医者で月収120万もある旦那だったのに、ごめんね。そう言って高笑いをする姉。何を勘違いしているのだろうか。私の旦那を奪い、妊娠までした姉。診察室に入ると、白衣姿の私がいることを彼女はまだ知らない。どうしてあんたがここにいるの？だって、医者は私の方だもの。私の名前はのぞみ、32歳の医者だ。私は病院の産婦人科で、毎日患者さんを相手に診察をしている。いろんな方がいらっしゃる中、それぞれに合った診察をして、不安を取り除いてあげることを大事にしている。のぞみ、お疲れ様。はい、お昼のお弁当。ありがとう、マサト。私に話しかけてきたのは、彼氏のマサトだ。彼は内科の事務職員をしている。実は彼は私の高校の時の同級生で、この病院で私が働くようになった時に再会をした。彼は高校生の時、サッカーがすごい上手で、推薦で大学にまで通っていた。一時はプロも目指していたくらいで、大学時代もサッカーを頑張っていたそうだ。大学を卒業してからは、事務の仕事を転々としていたらしく、私がこの病院にやってくる1年前に、事務員として働き始めていたそうだ。まさかそこで同級生と会えると思っていなかった私は、運命のように感じてしまった。それから私たちは、仕事後に2人で飲みに行ったりするようになり、少しずつ距離が縮まっていった。そしてある日、彼から告白されて付き合うことになったのだ。彼との交際は楽しくて幸せだった。彼は料理が上手で、私が彼の部屋に遊びに行くと、いつも美味しい料理を作ってくれた。医者はかなりストレスもかかる仕事でもあるので、彼が栄養がつく食事を作ってくれるのはありがたかった。ほとんど半同棲状態で過ごしていた私たちは、もうこの際結婚をしようということになった。私の親は、私たちの結婚を祝福してくれた。そして義両親に関しては、息子なんかでいいんでしょうかと聞いてきたほどだ。医師が事務員と結婚なんて、身分として差がすごいんじゃないかと、義両親は懸念していたそうなのだ。だがそんなこと私は一切気にしていない。今の時代、別に夫婦のどちらが稼ぎが多いかなんてこと、気にしている人は減っていると思うし、私は彼だから結婚をしたいと思っている。だからそんなことで負い目は感じないでほしい。私がそのように説明すると、義両親はほっとした様子で、息子のことをよろしくお願いします。と丁寧に頭を下げた。とても心優しい、いいご両親だなと私は思った。それから順調に結婚の準備を進めていった私たち。だが一つだけ問題があった。それは私の姉のゆかについてだ。姉と私は正直言って仲は良くない。原因はほとんど姉にある。姉は客観的に見てもかなりの美人さんだった。そして私は正直言って、見た目は良くも悪くもなく、普通だった。姉は美人だったがゆえに、周りからものすごくちやほやされて育ち、かなり性格が悪かった。何でもかんでも自分のものにしないと気が済まないし、傲慢な態度も目立つ。親は私と姉に平等に接してくれていたのだが、姉はそのことがすごく嫌だったらしい。どうして私があんたと同じように扱われないといけないの？学校だったらみんな私を優遇してくれるのに。可愛さから何でももらえる姉は、平凡な見た目の私のことを下に見ていた。私はそんな風に姉に馬鹿にされていたことが嫌で、何か得意なものを見つけようと勉強を頑張った。おかげで成績がかなり上がり、高校も進学校に進めたし、医大に進むことができた。だが姉は、私のことについて全く興味がなかったようで、私が医者であることは分かっていないようだ。病院で働いていると言っても、
事務員か看護師として働いていると思っているらしい。だがそれは私としても好都合だった。私が医者であることを知られたら、きっと姉のことだから、職場の医師を紹介しろとか、医者だけの合コンを企画しろとか、いろいろと言われそうだったからだ。だから私は親にも私の仕事については、詳しく姉に教えなくていいと話していた。私と姉の仲が悪いことを知っている親は、理解を示してくれた。まあそもそも姉が私のことについて聞いてくることはなかったのだが。だが私の結婚が決まったことは、常識として姉に報告をしなければならないと思った。だから私は久しぶりに姉に電話をした。何？姉は久しぶりにもかかわらず、ものすごい冷たい態度でそうやって電話に出た。そんな態度を取られたら、こちらもぶっきらぼうな態度になる。私、結婚することにしたから。あ、そう。両家の顔合わせと結婚式についてだけど。ああ、いいわ。不参加で。そう言って姉は電話を切った。本当に仲が悪いとこうなるのだな。私は思わず苦笑しながら通話が切れる音を聞いた。親に説明すると呆れていた。もう少しあなたたちは仲良くしてもらいたいんだけど。もうどうしようもないのね。お姉ちゃんも結婚してるし、これからさらに疎遠になるだろうね。そして姉は本当に両家の顔合わせにも結婚式にも参加しなかった。正人と義両親には正直に話して謝罪をした。彼らは全然気にしないと言って受け入れてくれてほっとした。それから私と正人は新婚生活をスタートさせた。もともと職場も一緒のようなもので、半同棲状態の生活をしていたが、新婚生活というのはある種の魔法がかかるようで、すごく毎日が新鮮だった。これが結婚生活かとしみじみと思ったものだ。夫は毎日おいしい食事を作ってくれて、私は幸せだった。もちろん夫にばかり家事をさせるわけにはいかないので、その分掃除や洗濯などは私が担当した。お休みの日はドライブに出かけたり、旅行に行って夫婦としての時間を過ごしている。毎日が本当に幸せで、これからも夫となら楽しい日々を過ごせそうだなと思った。そして結婚してから半年ほどが経った頃、私たちは私の実家で行われる正月の集まりに参加した。するとそこになんと姉が来ていたのだ。私はびっくりしてしまった。姉がこの正月の集まりに参加してくることはまずなかったからだ。あ、はじめまして。のぞみの旦那の正人と申します。どうも、ゆかです。のぞみの旦那だから、もっと冴えない人かと思ったけど、結構イケメンじゃない。あ、どうも。姉はすでに酒を飲んでいて、私は頭を抱えた。姉は酒癖が悪く、酔うと男性に対して悪い絡み方をする。マサトさんにお酌してもらいたいな。わかりました。溢れちゃう。もうマサトさんったら勢いがいいんだから。すいません。そうやって姉は猫なで声を出して男性たちを誘惑するようなことをする。まあ姉自身も結婚してるし、夫だって私がいるんだから何か起きることはないだろうが、私は姉とはなるべく会話をしないようにして食事に集中した。ゆっくりしたくて正月に帰ったのに、姉がいたから全然心が休まらなかった。翌日、帰宅途中の車の中で、夫がこんなことを言った。お姉さん、素敵な人じゃないか。夫はどうやら姉に好印象を抱いたようだった。もしかして昨日かっこいいとか言われて、鼻の下を伸ばしてるのだろうか。私は少し夫に幻滅したとともに、なんとなく嫌な予感がした。そして帰宅後に私は母に電話をした。お姉ちゃんってまだ結婚してるんだよね。私がそう聞くと、母からは驚きの答えが返ってきた。
あ、そういえば話すのを忘れてたわ。あの子、先月に離婚したそうなのよ。え、それで今は実家に戻ってきてるの。そうだったの？私はまさかの事実を告げられて驚いてしまった。姉はただ単純に正月に帰省してるだけだと思っていた。それが離婚をして出戻ってきていたなんて。私の中で不安がどんどん大きくなっていくのを感じた。正月に姉と再会してから3ヶ月ほどが経った頃、夫からこんなことを言われた。そういえばお母さんの誕生日って2週間後だったよね。え、私お母さんの誕生日をあなたに話したことあったっけ？私がそう返すと、夫は分かりやすく動揺していた。あ、言ってたよ確か。なんか印象に残ってたんだよね。そうなんだ。私はなんだか怪しいと思った。夫はもしかして姉と連絡を取ったり、会っているのではないだろうか。実際、仕事後によく私たちは一緒に帰っていたのだが、夫は先に帰る日が増えていた。それに休みの日も、友人と遊ぶ約束があると言って、一人で出かけることが多くなっていた。それはもしかして、姉と会っているのではないだろうか。姉とよく会話をしているから、母の誕生日の話題になり、日にちを覚えていたんじゃないだろうか。それで、お母さんの誕生日がどうしたの？あ、いや、実家でも外食でもいいからみんなでお祝いをするのはどうかなと思って。何も懸念することがなかったら、夫の発言はとても嬉しいものだった。だがもし姉とそういう関係なら、夫はきっと姉と会うための口実を作りたいだけなのだろう。それでも母はきっと喜ぶだろうから、私は親に聞いてみると言って、夫の提案を受け入れた。そして母の誕生日にみんなで食事に行くことが決まった。姉も参加することになったので、私は夫と姉の動向を探ることにした。二人はかなり警戒していたのか、わかりやすい絡み方をすることはしなかった。だがそれが逆に怪しかった。姉はむしろ、これから手に入れたい人に対しては、ガツガツいくタイプだ。だから夫に対して普通の接し方をしているということは、もうそういう関係になっているということなのだろう。私は興信所に調査を依頼しようかと悩んだ。だがそんなことをする前に、夫たちの方から私に不倫していることを報告してきた。それはある日の休日のこと。午前中に出かけていた夫が、姉を連れて家に帰ってきたのだ。そして夫は頭を下げて私に謝ってきた。ごめんのぞみ。ゆかさんが俺の子を妊娠した。は。私は想像の上を行く言葉を言われて驚いた。不倫はしていると思ったが、まさか妊娠させていたなんて。私が驚いている姿を見て、姉は満足したのか、勝ち誇った顔をしながらこう言った。なんか奪うような形になっちゃったわね。でも私が美しいのが原因だから仕方ないわよね。私は一気に夫への愛情が消えた。こんなバカな女の誘いにホイホイと乗っかるような男、こっちから願い下げだ。マサトは責任を取って離婚して、お姉ちゃんと再婚するってことなのね。ああ、申し訳ない。夫は口ではそう言っているが、私よりも美人な嫁ができることがなんだか嬉しそうだった。俺はもうここにはいられないから荷物をまとめてくるよ。そう言って自分の部屋に行く夫。姉は私に近づくとこんなことを言ってきた。医者で月収120万もある旦那だったのにごめんね。そう言って高笑いをする姉。何を勘違いしているのだろうか。まああんたが裕福な暮らしをするなんてこと許されるわけないでしょ。私こそが金持ちと結婚して楽をするべきなの。もしかして姉は夫が医者だと思ってる。私は心の中でにやりと笑った。
姉はどうやら勘違いをしていて、そして夫は真実を隠しているのだろう。もう夫に対して未練なんてないし、姉がこの後真実を知って絶句することを想像すると、笑いをこらえるのが大変だった。じゃあ俺は出ていくから、離婚についてはまた後日話し合おう。そう言って夫は姉と一緒に出て行った。私はすぐに弁護士を雇い、離婚と慰謝料の請求の手続きを進めた。そして私と夫の離婚が成立し、慰謝料の請求も認められた。それから私はいつもの生活に戻った。そんな中、私は診察予定の名簿を見て驚いた。なんと姉の名前があったのだ。私の旦那を奪い、妊娠までした姉。診察室に入ると、白衣姿の私がいることを彼女はまだ知らない。私は姉がどんな反応をするのかワクワクしながら、看護師が姉を連れてくるのを待った。名前を呼ばれて、返事をした姉がドアを開ける。こんにちは。私がそう言うと、姉が私の顔を見た。そしてみるみる顔が青くなっていった。どうしてあんたがここにいるの？私は最高の顔が見られて大満足だった。だって、医者は私の方だもの。マサトは内科の事務員よ。医者は私で、月収120万も私の方。そんな、嘘でしょ。嘘をついたのはマサトね。それか病院で働いているって言ったのを、お姉ちゃんが勝手に医者だと勘違いしたんじゃないの？それでマサトも医者だとごまかしたら、お姉ちゃんをものにできるって思ったんでしょ。どうやら図星のようだった。そういえばあの人、自分が何かの意思か教えてくれなかったわ。あらら、お姉ちゃん騙されたんだね。そんな、私もう再婚までしちゃったのに。まあでも事務員だってちゃんとお給料はもらえるんだからいいじゃないの。事務員の人たちがいるから、私たち医師や看護師は自分たちの仕事に集中できるわけだし、とても大事な仕事よ。嫌よ。私はね、お金持ちになりたいの。事務員の給料なんて何にも贅沢できないじゃない。それに旦那が事務員だなんて地味すぎるわ。呆れた。お姉ちゃんって男性を金と見た目でしか判断してないんだね。はあ？他に何があるっていうのよ。お姉ちゃんが離婚した理由がなんとなく分かったわ。内面を見てくれない人とは、ずっと一緒にいると虚しくなってくるものよ。まあお姉ちゃんにこんなこと話しても理解すらできないだろうけど。とにかく、医者であり、給料が高いのは私の方だから。どう？このまま診察をする？結構よ。他を当たるわ。そう言って姉は立ち上がり、診察室を出て行った。私と姉のやりとりを見てびっくりしている看護師には、正直に事情を話した。そのことで、病院中に元夫が私の姉と不倫をしていたことが広まり、元夫は同じ職員や看護師たちから冷たい目で見られるようになった。そして姉から話が違うと詰め寄られたらしい。だが姉は姉で、前の旦那さんとの離婚理由が姉の不倫だったらしく、その慰謝料を支払いながら子育てをするには、結婚生活を続けないと無理だと思い、二人は離婚まではしていないらしい。しかし元木両親も私の両親もとことん呆れて、姉と元夫は縁を切られたそうだ。現在は誰も頼れる親族がいない状態で、夫婦二人で貧乏な生活を送っているそうだ。裕福な生活しか認めないと言っていた姉が、そういう状況にあるのは本当にいい気味だ。一方、私は今回のことはもう吹っ切れていて、今はいつものように目の前の患者さんと真剣に向き合う日々を生きている。わかりました。では、ここはそれぞれでお金を出しましょう。これ、
一人4万円のコースよね。私は自分で払うわね。母さん、それじゃお祝いにならないじゃないか。いいのよ。あなたはどんな時もお嫁さんの味方でありなさい。そうですか。じゃあお母さんだけ別会計でお願いしますね。ええ、わかったわ。せっかく大将に作ってもらった料理ですから。食事は最後まで楽しみましょうね。お前も別会計だよ。は俺はお前の分を払う気はない。私はのぞみ、今年還暦を迎える会社員だ。私のこれまでの人生は最高に幸せなものだった。夫と可愛い子供たちに恵まれ、何の不満もない生活だ。半年前に長男も結婚して、やっと子育てが終了したと思っていた矢先に夫が病に倒れ、あっという間に他界してしまった。私は心に大きな穴がぽっかり開いた。あと5年働いてそれからは夫婦でつつましく生活して、たまに旅行へ行って楽しもうなんて2人で話していたのに、突然最愛の夫がいなくなってしまったのだ。そんな時、2人の息子たちは心配して私に声をかけてくれた。2人とも私に同居話を持ちかけてくれた。しかし、次男夫婦は3年前から海外に赴任しているから実質不可能ということもあり、息子たちは2人で話し合った末に長男が私と同居をするということを決めたようだ。母さん、父さんが亡くなってからの母さんは見ていられないよ。憔悴しきってるし、どうだろう。その気持ちが落ち着くまででも構わないから。一緒に暮らさない？大丈夫よ。心配いらないわ。母さんだって現実が見えてないわけじゃないのよ。ただ、今は気持ちがついていかないだけよ。それにあなたたちは新婚でしょう。2人の生活を楽しみなさい。お母さん、私もお母さんのことが心配なんです。長男の嫁であるゆかさんも私をいたわってくれた。確かに私たちは新婚ですけど、お母さんと一緒に暮らしても生活は楽しめますよ。大丈夫です。一緒に暮らしましょう。ゆかもこう言ってくれてるし、母さん、一緒に暮らそうよ。本音を言えば同居はしたくない。夫が亡くなったことは悲しいし寂しい。言葉には表せないほどの喪失感を味わっている。しかし、だからといって誰かと生活を共にしたいかと言われれば答えはノーだ。私は夫と一緒にいたかったのであって、長男夫婦や次男夫婦と一緒に暮らしたいわけではない。その理由はただ一つ、お嫁さんに気を使うからだ。だけど、こうして私のためを思って同居を申し出てくれている2人を目の前に、結局私は最後まで2人の気持ちを思って同居を断ることができなかった。ありがとう。あなたたちの気持ちは本当に嬉しいわ。ただね、同居となるとお互いに気を使うと思うのよ。だからちょっとしたルールを決めさせてもらってもいいかしら。いいよ。この時、長男はすんなり私の話に耳を傾けたが、長男嫁の表情は曇ったように見えた。私がうがった見方をしているだけなのかもしれない。彼女は一緒に暮らしてあげるのに、ルールをそっちから設けるのか、と不満に思ったのではないだろうかと思った。それでも嫁と姑が共に暮らすということは、ハードルが高いと思う。後々のトラブルを回避するためにも、最初にルールを決めておいた方がいいと思った。あなたたちはどちらが料理を作るの？基本的には2人で作ってるかな。朝食と夕食どちらを作りたいとかあるかしら？あ、母さんがどっちか作ってくれるってこと？ええ、そうよ。私もまだ仕事を持っているからね。お互いに協力しましょう。ゆかはどっちがいい？あなたが決めていいよ。じゃあ、朝食かな。ねえ、本当に同居はしなくてもいいのよ。なんで？
ゆかさんの顔色が芳しくないからよ、とは言えない。もしや彼女は同居になったら全てを私に押し付けるつもりなのだろうか。食事作りの話になった途端に、って顔をしている。結局、私が出したルールは朝食、夕食をどちらかが作るということと、洗濯物を干す、取り込む、掃除の当番制などだ。私は二人でよく話し合うことを伝え、そのルールのもと、また長男夫婦の要望があれば教えてほしいと言って後日、判断を聞くことにした。そして彼らが出した答えは、仕事が忙しい時は臨機応変にということで同居をするということだ。その時のゆかさんは終始穏やかで、これは二人で話し合って納得した上で出した答えだと思っていた。同居を開始してからというもの、2週間ほどはうまく回っていたように思う。しかし1ヶ月も経たないうちにゆかさんだけが家のことがおざなりになった。それでもそのカバーをしていたのは長男だし、私が口を出すことではない。二人で話し合って長男がそれらを行っているなら、静観する姿勢を貫いた。長男もゆかは今、仕事が忙しいからと海外しく家事をやっていた。もちろん私は自分のなすべき家事をサボったことはない。それなりに仕事が忙しくても、自分が課したルールを破ることはなかった。同居生活も慣れてくると、そこまで悪いものではなく仕事から帰宅して誰かがいる生活に温かみを感じる。それでもやはり休日は長男夫婦に気を使い、あまり家で過ごすことはなかった。幸いにも私の友人関係は良好で、休みのたびにちょっとした温泉旅行へ行ったり、食事を楽しんだりと有意義な休日を過ごしていた。そんな同居生活が続く中、長男が私の還暦祝いをしたいと言ってくれたのだ。ゆかとも話し合ったんだけど、今度の母さんの誕生日、奮発して高級料亭に行こうよ。今年は還暦だからね。微力ながらお祝いさせてよ。ありがとう。祝ってくれることがとても嬉しいわ。でも、高級料亭なんて行く必要ないわよ。その気持ちだけで十分嬉しいからね。そうはいきませんよ。60歳のお祝いですよ。盛大にやりましょうよ。ありがとう。私はゆかさんからの言葉が嬉しかった。じゃあ、お言葉に甘えようかしら。そして2週間後、私たちは長男が予約をしてくれた料亭へ向かった。母さん、誕生日おめでとう。ありがとう。それにしても母さんはすごいね。俺、てっきり母さんは父さんが亡くなって、仕事も家のことも手につかないんじゃないかって思ってたんだ。でも母さんはきちんと仕事にも行くし、家事にも手を抜かないんだね。そりゃそうよ。お父さんがいなくなってしまったことは、とても悲しいことだけど、立ち止まってはいられないわ。私の寿命はまだ尽きないみたいだしね。もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃない？食事を楽しみながら長男は私を気遣ってくれた。しかしゆかさんは怪訝な表情を浮かべた。そうかな。私はもう少しお母さんに家のこと協力してほしいけどね。私も長男も唖然としたまま言葉が出ない。家のことに協力。それは彼女がすべきことではないのか。これまで私は自分の担当をおろそかにしたこともないし、長男が家事をしていればサポートに入っている。もちろん同居開始当初、彼女がやっていた家事へもフォローすることを忘れてはいない。それに最近、家事をサボりがちな彼女に言われる筋合いは正直ないと思う。それ、どういう意味？そのままの意味だけど。あなたがいくらお母さんに渡してるか知らないけど、お母さん、豪遊しすぎだよね。ゆかさん、言っている意味がわからないわ。どういうことなのかしら。お母さん、週末、家にいないですよね。それって遊び歩いてるんですよね。
この際だからはっきり言いますけど、彼は私の夫です。彼のお金を使って贅沢をするのはやめてください。そんな暇があるなら家事をもっとしてくださいよ。お前、おめでたい席で何を言い出すんだ。おめでたいって、私は全然おめでたくないけど。は、だってそうでしょ。あなたいくらお母さんにお金渡してるの？お母さんと一緒に暮らせば家事から解放されると思ったのに。ルールまで作られてやってらんないわ。こっちは面倒見てあげてるんだから、家事くらい全部やってほしいんだけど。あなたさ、お母さんにお金渡す余裕があるなら私に渡してよ。俺はお金なんてわかりました。では、ここはそれぞれでお金を出しましょう。は、これ、一人4万円のコースよね。私は自分で払うわね。母さん、それじゃお祝いにならないじゃないか。いいのよ。あなたはどんな時もお嫁さんの味方でありなさい。そうですか。じゃあ、お母さんだけ別会計でお願いしますね。ええ、わかったわ。せっかく大将に作ってもらった料理ですから。食事は最後まで楽しみましょうね。お前も別会計だよ。は、俺はお前の分を払う気はない。ちょっと何言ってるの？夫婦なんだから、あなたが出して当然でしょ。ああ、普通に仲睦まじい夫婦だったらな。どちらかが裏切り行為をした時点でアウトだろ。何？私が本当のことを言ったのが気に入らないの？ゆかさん。あのね、私は息子からお金なんてもらってないわよ。え、週末にいなかったのは、私がいるとあなたが疲れてしまうだろうと思ったからよ。お休みの日くらいゆっくりしたいでしょ。お母さんにそんな稼ぎがあるとは思えないんですけど。勤続何年だと思ってるの？それなりにもらってるわよ。じゃあ家にかかる諸経費はお母さんが全部払ってくださいよ。どうしてそうなるのかしら。さっきからお金とどうも引っかかる。長男もそれなりに稼いでいるし、決められた額を毎月きちんと出しているはずだ。母さん、ごめん。お祝いの席なのに。大丈夫よ。気にしてないわ。それよりあなた、ゆかさんに言いたいことがあるなら、今、ここで言っちゃいなさい。そんな不服そうな顔してないで白黒はっきりつけなさい。今日は母さんのお祝いの日だよ。気にしなくていいから。長男は黙って首を縦に振った。本当は母さんの還暦祝いが終わって落ち着いてから話そうと思ってたんだ。ゆか、浮気してるよね。私は驚いて長男嫁の顔を見た。そして彼女は明らかに動揺している。しかも相当の借金してるよね。今日の4万円払うのも厳しいんじゃないの？急に何？浮気なんてするわけないでしょ。借金なんて知らないわ。俺、興信所に調べてもらったんだよ。報告書も手元にあるんだ。長男の話では彼女が私との同居にとても積極的であったことに違和感を覚えたそうだ。そして家事をサボり自分に押し付けたこと。また、長男夫婦はお互いに一月の生活費を出し合っているとのことだが、彼女がなんだかんだと理由をつけて払わなくなったことが決定打となったという。金銭的に余裕のあった長男は、サクッと興信所を入れ嫁を調べた結果、真っ黒だった。お相手は会社の後輩とのことだ。そして言い逃れのできない証拠を手にしているという。俺、弁護士を間に入れて双方に慰謝料を請求するから。あと、俺は不貞を絶対に許すことができないから離婚ね。ちょっと待って。私は本当に浮気なんてしてないから。そうか。じゃあ、アキラくんを今すぐここに呼ぼうか。俺、彼の連絡先知ってるからね。
なんだったら相手の奥さんにも一緒に来てもらおうか。ここまで言うと彼女はあっさり白旗をあげた。ごめんなさい。ストレスが溜まっていただけなの。何のって同居に決まってるでしょ。俺の話ちゃんと聞いてた？お前アキラくんと同居前から付き合ってるだろ。興信所雇ったって言っただろ。人の話をちゃんと聞け。しかも借金の理由はアキラくんに貢いでいるからだろ。だからお前お金の話ばかりするんだよな。追い詰められたゆかさんはただただ泣くばかりで話にならず、私と長男は別会計をしてさっさとお店を後にした。その後、4万円を払えなかった彼女は自分の親を召喚したのか、彼女の父親から娘をいびるなと怒鳴りながら電話があったが、事の真相を話すと最初は信じられなかったようだが、後日送付した調査報告書のコピーが届くと今度は我が家まで出向き平謝りだった。親が自分の子供を一番最初に信じることは当然だとは思うが、今までこうやって泣けばなんとかなってきたんだろうね。結局長男と彼女は離婚した。結婚して1年も経っていない割には高額な慰謝料を手にできた方だと思う。もちろん相手からの慰謝料も振り込まれたが、ゆかさんも相手の奥さんから慰謝料を請求され、こんなはずじゃなかったと両親に泣きついた。しかし彼女の両親が自分で責任を取れと突き放したことで、アクセクと働く道しか彼女には残されていなかった。彼らの離婚後、一度だけ彼女から電話がかかってきたことがある。何でも、もう一度長男とやり直すため仲を取り持ってほしいとのことだった。一体誰に頼んでんだって話だけど、これ以上連絡をしてくるのであれば弁護士を通すと伝えると、それ以来連絡はない。結果的に同居をしたことで、彼女の悪行に早く気がつくことができたのかもしれない。母さんごめんね。また独り身になっちゃって。そんなこと気にしなくていいわよ。人生一度きりよ。悔いのない人生を歩みなさい。またいつか縁のある人と出会えるといいわね。なんか母親にそういう話されるの気恥ずかしいね。私は現在長男と2人暮らしをしている。あの子は一人で生きていけるだけの十分な稼ぎがあるけれど、きっと私のことを心配しての行動なんだろうね。優しい子ではあるが、今度こそいい縁に恵まれてほしいものだ。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。